ゴーゴーゴーです。はい、皆さんこんにちは。車の大事店カカカシルンピーです。今回はこちらウィルソンの泡仕立てモップのホイール版ですね。奥まで洗えるホイールモップという商品で、金額は1500円ぐらいです。で、過去に泡仕立てモップのボディ版っていうのを動画で紹介したんですが、その時にこれのね、ホイール版があったらいいよねみたいな。ボディ版はこのモサモサが片面しかなかったんですが、全体的にあるホイールモップあったらいいよねって言ってたら、いや、ありますよみたいな。教えてもらって、かなり前なんですが、あるじゃんと思って購入して結構使ってたんですよ。で、すごくいいなと思ってて、他の動画でもホイール洗う時に何回か登場してきてるんですが、どこがいいかとか、なんかそこら辺ね、詳しく紹介してないなと思い、本日動画を回しております。結論から言うと、すごいいいです。ホイールを洗う時も大体これを使います。ぐらいいい。で、何がいいのかとか、あと気になる点とかもね、あるので、そこら辺も含めて動画の方を撮っていきたいなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたら外にやってきました。僕もね、過去にいろんなホイールブラシを購入しております。で、いろんなタイプがあるんですが、その中でも個人的には今はね、このウィルソンの泡仕立てモップのホイール版ですね。奥まで洗えるホイールモップ、これが一番使いやすいなと思っていますけど、ホイールブラシってどういう時に使うのかっていうと、ホイールの奥側を洗う時ですね。手前は変な話スポンジとかでも洗えるんですが、手の届かないところを洗っていくのに使うんですが、もちろんこれ一つじゃね、どうにもならない時もあります。そこはね、覚えておいてもらいたい。その中でも結構使いやすい方ですね。この辺のイージーとかもいいんですが、物足りない時があったりするんです。そこら辺もね、含めて今からいろいろ紹介していきたいなとは思います。はい、そしたら一旦洗っていこうと思います。で、このホイールで試していくんですが、ホイールを洗うとき、僕は道具をいろいろ使い分けています。で、一応3種類かな。ホイールの奥を洗うときはホイールブラシ。で、表面を洗うときはスポンジなど、手返しがいいもの。で、あとはこのホイールのナットの周りをブラシとかで洗ったりするんですが、今回は奥側を洗うホイールブラシですね。で、まずはこの泡仕立てモップでサクサク洗っていきます。こういったところが入らないんですよね。この辺はちょっと後でお見せしたいなとは思うんですが、やっぱいいね。ちなみにこれ曲がります。曲がるので、こういうスポークの裏とかも洗うことできます。それよりかは、この奥ですね。奥を洗うのにかなり適しています。で、先ほども言いましたが、表面っていうのはスポンジとかを使います。っていうのも、ホイールブラシとかで洗いにくいんですよ。洗えないことはないんですが、こういうところはまた別のものを使うので、一旦ホイールの奥を洗うツールとしてご理解いただければなと思います。早速、どこがいいのかちょっと説明していきたいんですが、まずはボリューム感ですね。今水を含ませた状態です。カーシャンプーが含んだ状態でかなりボリューム感があるんですよ。こんだけボリュームが出ると。で、絞った時にこれぐらい細くなります。で、芯はもっと細いので、ボリュームがあって対象物、今回で言うとホイールですね。ホイールにしっかり当たる。しっかり汚れが落とせる。なおかつ、しっかり奥まで入ってくれる。っていうのが、このホイールブラシのポイントの一つ。だし、泡がね、このモップのこの毛ですね。これがちょっと特殊なのか、結構泡立ってくれるんですよ。これも一ついいなと思ってます。例えば似たようなものでいくと、これですね。このホイールブラシっていうのは、分厚さっていうと、この泡仕立てモップの方が分厚いんです。泡仕立てモップ奥に入りますよね。けどこの灰色の方、これ入ってかないんですよ。結構硬い。無理やりやれば入りますが、入りづらいし、硬いからか、当たりがね、あんま良くないんですよね。しかも、これは曲がらないので、この裏とかね、できなかったりします。こんだけ分厚いのに、しっかり入ってくれる。で、この毛量っていうのなんて言うんだろう。これがかなりあるので、しっかりゴシゴシできる。毛がね、この汚れを絡め取ってくれるんですよ。けどね、これがね、デメリットになるケースもあるみたいです。どういう時かっていうと、こういうなんか砂ぼこりが噛むのかわかんないんですが、洗ってる時にホイールをね、傷つける感じがあるっていう人もいました。だからホイールにね、結構神経質な人は、あんま向かないかなとは思ってます。で、これ結構入るんですが、入らない場所もあります。こういったキャリパーとホイールの隙間ですね。これが
やっぱ奥までしっかり入ってくんない。途中までは入るんだけど、しっかり奥まで入ってくんないんですよ。もう汚れてる。こういった時はイージーディティールとかだとこう奥まで入ってくれるから結構洗いやすい。なんかここの使い分けがねすごい重要です。じゃあイージーディティールでいいじゃんってなった時ですよね。そこなんですよ。イージーディティールのデメリットもあって結構隙間に入ってくれるんですが、ボリューム感がちょっとないせいか当たりが弱いんですよ、この毛の。何が言いたいかっていうと分かりやすいとこないかな。例えばですよ、こう綺麗に洗えてる面となんか毛は当たってるけど洗えてない部分っていうのがありますよね。ちょっと分かりづらいかな。ここちょっとね薄くなってるんですよ。完全に落ちきってないけど何かが当たってるみたいな部分。こういうね毛は触ってるけど汚れをしっかり落とせてないっていうことが結構イージーディティールだとあるんですよ。それはやっぱそのボリューム感の問題。空間が広すぎると当たりが弱くなってくるけど、こういったキャリパーとかの隙間、こういうところはこの空間が狭いのでしっかり当たってくる。だからここのね使い分けっていうのをしっかりしたいなっていう感じですね。ってなった時にこういう広い空間のところはボリューム感があり、なおかつ奥までしっかり入ってくれるこの淡路立てモップがかなり優秀。かなり当たるっていうのはしっかり洗えるっていうね。たまにイージーディティールもそうなんだけど、空間が広いと毛が寝すぎちゃって芯がちょっとコリコリってなる時があるんですよ。これがね気になるなっていう時があったりするんですよね。今日は逆にこういう狭い部分とかはイージーディティールも優秀だったりするので、そこら辺はまあ使い分けになってくるんですが、ある程度空間が広い場合はこの淡路立てモップが僕的にはかなりおすすめです。当たりがいい。何回も言うけどしっかり洗えてる感がすごいあるんですよ。あとこの泡ね、すごい泡出てくれるんですよ。これがね淡路立てモップのいいところです。泡立ちすぎてこんなことになってますからねぐらい泡立つ。で表面汚れてるじゃんっていう話でいくと、やっぱりこう洗えるは洗えるんですが洗いづらいので他のものを選択していった方がいいのかなと思います。このしっかり洗えてる感がいいですね。けどさっき言ったみたいに狭すぎるポイントには入らなかったりするので、そこはちょっと頭に入れといてもらいたいんですが、なんかホイールブラシ洗ってるんだけど洗い流した後結局なんかあんま洗えてない、しっかり当たってない感じがするなっていう方には結構いいと思います。金額もね1500円とすごく優しめなお値段なので、イージーディティールのビッグになってくると 4,5,000 円するから、それを考えたらかなり淡路立てモップの方はお買い得なんじゃないのかなとは思います。この感じがね、いや素晴らしいですよ。でこれ結構やっぱ白いからね汚れるんですが、しっかり洗ってあげればこの汚れもね取れるので安心してください。はい、そしたらホイールの形状を変えてやってみようと思います。さっきのホイールより隙間が狭いですね。こういった場合淡路立てモップだとどうなのか試してみます。こんだけ太いです。で入るのかどうか。やっぱ厳しいね。この辺だったら入んなくもないけど、やっぱり奥まではしっかり入んないですね。途中で打ち当たるってなった時にこれはどうなの？入んないね。この辺だったらいけるけど。イーズイーの方が中には入る感じはあるけど結構しんどいね。リトルの方試してみます。リトルの方がやっぱ奥には入るね。けどリトルはやっぱ毛が短い分跳ね返りが大きいね。キャリパーとホイールの隙間はやっぱ無理だね、この部分。これはねほんと車両によって全然変わってくるので、その適正なホイールブラシを選ぶのが一番いいんですが、ある程度隙間がある場合はこの淡路立てモップが僕的には一番おすすめかなと思っております。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、ウィルソンの淡路立てモップ、奥まで洗えるホイールモップという商品を使ってみました。で、僕は結構前から愛用しています。で、いい部分としては、しっかり洗える。ホイールブラシもいろんな種類あって、なんかね、洗えてる気がして洗えてないやつたまにないですか？結構洗えてるなと思ってても、あれ？なんかちょっと汚れがこうさっさってこう線入ってるだけで洗えてないなみたいなやつがあるんですよ。あれはね、ホイールの形状とか、それによってもね、全然違ってくるんですよね。さっさってなっちゃうやつも、このホイールだったらしっかり洗えるとか、これぐらいのそのホイールのスペースっていうのかな。だったらしっかり洗えるとかもあるので、ホイールによってね、このホイールブラシっていうのは選んでいくべきなんですが、ある程度空間があって、しっかり洗いたいっていう場合には、これはかなりね、有効的だと思います。結構水も含んでくれるし、ボリューム感もあって
て当たりがいい。しっかり面で当たってくれてゴシゴシ洗えるっていうのがこの商品の特徴です。で、注意点としては、やっぱりね、このゴミがね、絡まりやすい。絡め取ってくれるって言えばいい言い方なんですが、絡まりやすいっていうのもあるので、聞いた話だと、砂とかがちょっと絡んじゃって、洗ってる時にホイールがちょっと傷ついちゃいましたみたいな。傷ついちゃいましたって言っても、そういうなんかガリガリしたような傷ではなく、線傷みたいのがついちゃって気になりますっていう人もね、中にはいたので、そこは注意が必要かな。なので、車外ホイールとか、ちょっとした線傷っていうのかな、そういうのもかなり気にする方は、別の方法を検討してみた方がいいのかなとは思うんですが、しっかりゴシゴシ洗いたいっていう人にはかなりおすすめです。曲がるしね。泡もすごいんですよ。これ。気持ちいいぐらい泡立ちます。あとは、このボリューム感があって奥までしっかり入ってくれるんですよ。このボリューム感にしてはね。けど、それにも限界があって、スペースがなさすぎるホイールにはやっぱり向かないっていうか奥まで入ってくれないので、そこら辺はね、ホイール形状によっても色々変わってくるんですが、ある程度スペースがあるようなホイールだったら僕はかなりおすすめしております。はい。すごい使いやすいです。っていうのも、金額もね、1500円なんですよ。安いじゃないですか。だから、一旦買ってみるのはありだと思います。このね、しっかり洗える感で言うと、僕が今までいろんなホイールブラシっていうのを使ってきましたが、ナンバーワンです。使ってみて、こっちの方がいいなっていうケースもあったりするんですが、やっぱりね、一旦はこれを使いたいっていうぐらい、これを僕は今愛用しています。なので金額も安いので、ぜひ皆さん購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。